注意しないといけないんですが、生物も含めて超えてしまうと死んでしまいます。これは絶対に超えないようにしましょう。はい、どうもしんです。本日もアークサバイバルエボルブドをやっていきます。本日はですね、スイッチ版でもスタートするエクスティンクションについてご紹介していこうかと思います。エクスティンクションですね、他のマップと違って唯一アークではない場所、崩壊した地球が舞台となっておりますので、いろいろですね、他のマップと違った特殊な面、環境っていうのもございますし、その他ですね、独特のイベントであったりっていうのもございますので、そちらも含めてご紹介していこうかと思います。本日流れとしてはですね、まずマップ、バイオームを含めた環境について、特殊なリソースに関して、そして独特のイベントに関して、最後いろいろ有能なものが多い生物に関して順番にご紹介していこうかと思います。結構ですね、特殊な面っていうのが多くなっておりますので、スイッチ版の方もそうですし、まだ実際エクスティンクションやったことがないよっていう人にもですね、お役立ていただければと思いますので、よろしくお願いいたします。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。では、本編どうぞ。ではですね、マップについて、全体マップに関してはこのようになっております。真ん中にあるこちら、サンクチュアリと呼ばれる居住区があったような場所になってます。比較的安全で高い位置から低い位置まで高低差があるマップになっております。続いて2箇所ドーム型になっている空間がありまして、一応ですね、こう見ていただくとわかるんですが、ドーム内に入るとこのように景色が変わる仕様になっております。プロトアークと呼ばれるもので、まずは砂漠地帯。こちらに関しては赤帯があります。オベリスクの下に何もないんですけどね。ターミナルはありません。続いてスノードーム。雪原地帯のドームになってます。続いてですね、地下になっているんですけども、このような森林地帯があります。ちょっとアベレーションチックなマップになってます。こちらに関してもですね、このように壊れたオベリスクがありまして、プロトアークの失敗として地下に沈没したという状態ですね。入り口はいくつかあるんですが、位置的には左上になってます。その他のエリアに関しては、このように荒れた地帯になっているんですけども、左下の方に関してはですね、このような硫黄地帯になっておりまして、強い酸にはなっているんですけども、他の荒れ果てた地帯よりはマシという地帯ですね。あとはこういう風に荒廃した地形になっております。一応水辺もなくはないですね。サンクチュアリとドーム内以外はですね、食料地の減少が早くなります。最初とかは結構厳しかったりすると思うので、食料地注意していただければと思います。あとですね、特殊な部分として、サンクチュアリの北側ですね、ちょっと赤っぽい大地になってるんですが、ここは起点地帯になっておりますので、当初は入らない方がいいです。極度に汚染された地域になっておりますので、安易に踏み込むとやられてしまいます。環境としてですね、この荒廃した大地に関してはですね、定期的に隕石が降ってきます。後ほどご紹介するサプライドロップっていうのも降ってきます。これに関して隕石が降った場合ですね、サンクチュアリと2つのドームがあるプロトアークの中に関してはバリアが張られておりますので隕石落ちてこないんですが、それ以外のエリアに関しては隕石が降ってきます。隕石に当たると超ダメージを受けます。
生き残る場合もあるんですけども、基本的にはやられてしまう可能性が高いダメージ力になっておりまして、建造物も破壊されます。荒廃した大地ですね、広いんですが、囲われたところ、こういう中とかであれば大丈夫なんですが、そういったところ以外ですね、オブジェクトで囲われているところ以外は、建造してしまうと、建造物も破壊されてしまいますので、ご注意いただければと思います。環境に関してなんですが、こちらですね、エクスティンクション、基本的に暑いです。サンクチュアリなども暑いんですけども、荒れ地に出るとさらに暑かったりしますんで、暑さ対策が必要にはなってきますんで、ご注意ください。荒れ地、食料も減るんですけども、暑さでですね、水分値も減るので、結構水分と食料値ですね、管理が大変になってきますので、ご注意ください。あとですね、マップの端なんですけども、地球なんで、当然ながら透明なバリアはないです。ただし、このように巨大なリーシュが置かれておりまして、注意しないといけないんですが、リーシュですね、生物も含めて越えてしまうと死んでしまいます。これは絶対に越えないようにしましょう。注意文は出ます。このように赤くなっていきますんでね、そういうことになりますんで、死んでしまいますんでね、出ないようにご注意ください。その他ですね、違う場所として、このように各所にですね、都市ターミナルっていうのがあります。これが簡単に言うと、オベリスクのターミナルの簡易版みたいなものですね。後ほどリソース面でご紹介しますが、エレメントであったりとかですね。あと、このようにエンフォーサーとスカウトを作成することができます。これはもともとあります。必要素材さえ手に入れてしまえば作成できるというものになってます。エクスティンクションの場合ですね、比較的すぐ手に入るものではあるので、早々に作成するということも可能ではあります。都市ターミナル各所にありますので、ここから転送することも可能です。比較的転送がしやすいマップになってます。各所にありますんでね、軽く入って軽く出ていくことができるマップになってます。アベリエーションと反対ですね。結構このサンクチュアリでですね、建築していくのも面白い感じになってますんで、すでにある建造物とですね、合わさって建築していくのも面白いです。水場に関しても、通常はこういう下のところから水を引っ張ってくるということになりますね。もしくは貯水槽とかになります。こういった場所からも水が取ることができますので、高所でも水得れる場所はあったりします。ちなみにここはローカルでも公式でもエクスティンクションで拠点を建築してた場所になります。場所はここ、イースト地帯の脇地の近くになってます。続いてリソースに関してなんですが、いくつか独特のリソースがありまして、代替になっているもの、アベレーションで出てきました各宝石なんですが、それぞれ差し替わっておりまして、このようになってます。緑の宝石に関しては、緑の宝石のかけらってなっているので、そんなに違いはないんですが、青と赤に関しては結晶化した青い樹液と結晶化した赤い樹液というものになってます。色表示されてるんで、わかるっちゃわかるんですけど、これが青の宝石、赤の宝石の代わりとなります。その他ですね、計算絵っていうものがありまして、塩の代わりになります。その他ですね、汚染された小脳っていうのがありまして、サンクチュアリには基本的にはいないんですけども、外から入ってくることはあるんですけども、荒野の方にはですね、汚染された生物がいます。そちらを倒すと手に入るものになりまして、これが有機ポリマーの代わりになってます。要するにポリマーの代わりですね。その他ですね、リソースとして、先ほど見ていただいたターミナルで作れるものとしてですね、エレメンタルダストからこのように不安定なエレメントシャードと不安定なエレメントというのが作成できます。それぞれ10と1000ですね。比率は一緒なのでどっちが必要かで作っていただければと思います。ちなみに、この都市ターミナルで作れるのは、レプリケーターと違ってですね、シャードからエレメントは作れません。あくまでダストからこの不安定なエレメント、シャードを作ってになります。作っていただくと、不安定なエレメントシャードっていうのができまして、不安定なエレメントっていうのができます。
腐敗メーターが進みまして、シャードの方が短いんですけども、この腐敗メーターが進むとですね、普通のエレメントシャードができます。同じくエレメントの方も腐敗が進むとエレメントに変わります。2分ですね。これでエレメントを獲得することができます。そのダストなんですが、こういった建造物なんですけども、わかりやすいのはこういう電灯なんですけども、これをですね、スケールなので叩いていただくと、エレメンタルダストと水晶、あとくず鉄が手に入ります。あとこういうものですね、テーブルなども手に入ります。ここで活躍するのがですね、ドゥエディクルス君です。通常ですね、ドゥエディクルス君、ほとんど石に変えてしまうという特性があるんですが、エクスティンクションだけですね、異なりまして、このように先ほどの建造物ですね、壊していただくと、最大効率でエレメンタルダストが確保できます。あと、電子基板水晶くず鉄が手に入ることになります。ドエディクルス君を有効活用していただくとですね、かなりの量のエレメンタルダストを手に入れることができます。もちろんそれをターミナルで生成してですね、エレメントに変えることができます。ちょっと買っただけでもすぐ1000ちょっとできるんで、エレメント1個これで作れますんでね。あと水晶が腐るほど手に入るというものになってます。これで電子基板も手に入りますし、鉄も手に入りますんで、全部手に入れるのは結構大変なんで、基本的にダストのみ集められる方が多いんですが、重量軽減はないので、石しか持ってないんで、そこはかなり重量過多になります。その辺はちょっと重量役を持ってになってしまうんですけども、このようにですね、ターミナルでエレメントに変えたりとかしていただくということになります。続いてですね、各種イベントについてなんですが、まずはこちら、エレメントノード。こちらに関してはですね、地面からエレメントが出てきます。これもランクがありまして、それぞれですね、こういった感じになってます。ウェーブ性で汚染した生物が襲ってくることになりまして、このノードを目指して襲っていきます。それを0から5ウェーブまで全6ウェーブを攻略してですね、守りきったら守りきれた分だけ報酬として得れるというものになってます。この残った周りの小さいものから真ん中の大きいものまで確保することができます。それぞれこのように体力がありまして、多いものほど出てきます。近くによるとウェーブが始まります。待ってるとですね、このように汚染した生物が基本的にはですね、同じ方向から湧いています。ウェーブで倒していくと手に入るというものになってます。今回はちょっとこれで倒しちゃいますね。こういう風に倒していくと、このようにウェーブの残り数とかが出てきますんで、よくあるのがですね、場所によってはどっかで引っかかってですね、このウェーブ用の生物が出てこないという場合があります。いた。これでウェーブ1終了ですね。このように湧いてきますんで、くるくる回り込んでくるんでね、来る方角を読みつつカバーするというものですね。ギガとかが有効になってきます。あと、カルカも有効的ですね。数出てくるんで、カルカのバフがかなり有効的になります。小さいのも攻撃されるので、残れば残るほど収益でかいんでね、細かいのも守っていただければと思うんですが、真ん中のものがですね、このように体力減っていきますんで、倒されてしまうとですね、ゲームオーバーになってしまいますんで、ここはご注意いただければと思います。難易度高いとこうやってワイバーンとかも出てくるんですけど、地形によってはこうやってはまってくるんでね、このようにクライムって出るんですけど、これ壊してしまうんで、負けになります。いらないものを消したいときはいいんですけども、やりたいときはですね、これを押してしまうと、なかったことになってしまうんで、ご注意ください。最終的に防衛がありますと、このようにですね、6500、体力これは関係ないんで、壊されなければ全部枯れるようになります。
攻略した時に注意しないといけないんですけど、真ん中壊すと全部壊れますんで、周りのものから回収するという必要があります。これに関しても、ピッケルでですね、買っていただく必要が手動になってますんでね。これでエレメントダストとシャード、エレメントも手に入りますんで、かなり大量に手に入ります。ここで有効なのが、カマキリ、ピッケルを持たして回収するのが一番効率的だったりします。周り残ってる状態で真ん中買ってしまうとですね、かなりの量は手に入るんですが、これでですね、買ってしまうと、このようにですね、真ん中壊してしまうと、周り全部壊れてしまいますんで、外から刈らないともったいないことになってしまいます。真ん中だけ壊しても結構な数手に入りますんで、こういった形になってます。もう一つが、このように煙上がってるんですが、上空からですね、スライドロップが降りてきます。これは、エクステンクションですね。通常のクレートが降りてきません。アークじゃないんで、監視者が上からクレートを落としてくれるっていうことがありませんので、その代わりにですね、宇宙からこのようにポットが落ちてくるような感じですね。これも同じようにランクがありまして、これ分かりやすく色で、これ赤になってます。これも近づくと体力がありまして、起動します。これも壊すことができるんですけど、これ壊してしまうと失敗になるんで、サプライの場合はこのように一応シールドができます。最初シールド貼られるので、それも活用しつつですね、守っていくということになります。ただし、シールドあるとですね、最初はいいんですけども、逆に面倒い場合があります。自分の戦力がですね、安定した場合は、シールドですね。一応、長押しでシールド停止っていうのもできるので、停止してもらって、シールドの中に入ってきてもらった方が、ギガとかで一掃するには楽だったりします。赤までに関しては同じように0から5ウェーブの6ウェーブあります。終わらせると、このように次のウェーブが始まるというものになっているんですけども、紫に関してはですね、ウェーブが7ウェーブまでありまして、そこからですね、随時やめることもできますし、継続することもできます。継続した場合、14ウェーブまでは報酬が上がります。それ以降は報酬が上がりませんので、あとは自分との戦いです。どこまでいけるかのチャレンジになってますんで、ご注意ください。0を含めて15回のウェーブをクリアすると最大報酬が得れます。ただし、かなり大変だったりはするので、ご注意ください。ウェーブが進んでいくと、このように徐々に解放されていく感じになっていきますのでね。このように解放されます。近寄ってアイテム排出していただくと、このようにですね、大量にアイテムが出てきます。かなりの量になりますんで、ポットとかいろんなものが出てきます。F ボタンで回収してもいいですし、ただ動けなくなりますんで、無知で回収とかもできます。黒真珠とかも手に入るんですけどね。比較的無知で回収してしまうのが手っ取り早いです。場所によっては見えないところあったりしますのでね。これアイテムなんですけど、ぶっちゃけですね、他の人でも取れます。そこだけご注意いただければと思います。サプライドロップで手に入るものなんですが、こちら。色によって分かれてます。かなりのですね、アイテムが手に入ることになりまして、重量がとんでもないことになります。選別してもいいんですけども、黒真珠とかも結構出てくるんで、かなりの重量になります。テック装備に関してはこのように強いものが手に入るんですが、必要素材結構多くなってしまいますけども、こういったところで手に入れてですね、作ることもできます。かなり強力なものも手に入りますが、作成回数決まってますんで、こういった残り時間って出ているのが3回作ると消えます。ただし使うのはエングラムの取得が必要になりますので、どちらにせよボス攻略してですね、エングラムは手に入れないといけないです。あとレプリケーターが必要になりますんで、すぐ作れるわけではないです。
その他強力な装備とかですね、手に入りますんで、強いメックの設計図とか手に入ったりしますんで、エングラム手に入れて作る場合、レベル51になってますんで、かなりですね、強いものが手に入ると。必要素材も上がってしまいますが、メックは多分1回だけですかね。この辺の装備のやつも手に入ったりしますんでね、そういうところで設計図を探すということになります。あとですね、エクスティンクション特有ではあるんですけども、ボスですね。各3種のタイタンとキングタイタン、合計4種のタイタンっていう体重が出てきます。通常はボスターミナルに転送になってですね、戦うことになるんですが、エクスティンクションのボス戦に関しては、ワールドボス、同じマップ上にボスが出てくるようになってます。ここ、キングタイタンのターミナルになってまして、このようにですね、各種場所によって出てきます。3種のタイタンに関しては、アイスドームや砂漠ドーム、あと地下でそれぞれターミナルがありますんで、洞窟がありまして、そこを攻略してですね、スタートすることになります。ただし、戦闘はですね、その外のところで、それぞれ空間がマップ上にありまして、そこで戦うことになりますので、通常ボス戦に行けないギガとかを使うことができます。エクスティンクションに関しては、ギガとカルカが戦闘として使えるマップになってます。X の出番が少なくなってしまいますね。人数制限もないんで、大量に人数を集めて戦うっていうこともできますし、大量の生物を準備して投入することもできます。そして通常死んでしまった場合対戦できないんですが、ボスがいる間であればですね、対戦することも可能です。ベッドとか寝袋とかですね、いっぱい置いて、チクってしまった場合も、とりあえずは大丈夫です。ただ、倒した場合は近くにいないとダメなので、ご注意ください。あと、エングラムを手に入れるのも、一定距離にいれば手に入れれるので、エングラムだけ手に入れるとかいうこともできますんで、たまにそういう人も現れます。ここであれば、いつも通りですね、レプリケーター作ることができますんで、冷蔵庫とかですね。レプリケーター作るときなんですが、3つのターミナルに関しては洞窟内になるんで、洞窟内に運ばないといけないんですが、このキングタイタンのターミナルに関しては外にあるんで、ここまで持ってくればですね、レプリケーターが作れます。ちなみにマップはここです。指があるところになりまして、ど真ん中の北の方ですね、端っこになってます。ただし、先ほどご案内した通り、ここですね、危険地帯になってますんで、かなり強力な汚染生物がいっぱいいます。バイバーンとかギガとかですね、来るまで結構大変だったりしますので、ご注意いただければと思います。続いて生物についてなんですが、エクスティンクションの独特の生物たちに関してはですね、どの生物も他のマップでも大変有能な生物たちが多くなっておりまして、リソースとしては完璧なガチャですね。あとタレットとしても有効ですし、火力としても有効なベロナサウルスくん。あと移動としても最強のマナガルムくんですね。雪フクロウくんですね。回復もできますし、かなり色々高機能な有能生物ですね。重量としても強力で飛べるガスバックくんですね。エクスティンクションではですね、かなり役に立ちますが、他のマップでも輸送班としてですね、かなり有能な生物になっております。さっきのですね、サプライドロップに関してはですね、やはり報酬重くなってきますんで、かなり重量を振ったですね、ガスバックくんが有能になっていきます。アルゲンだとだいぶ振ってもですね、結構大変だったりしますんで、重量軽減ないんでね、手に入るものが建材とかなので、通常の資源集めと違ってですね、純粋に重量がある必要がありますんで、ガスバックくんかなり有能になってきます。ブラな瞳が可愛いですね。どのマップでも使える有能な生物たちが多いです。ただし、ストーリーマップなんで、高レベルを探すのが結構大変っていうのがあるので、ガチャ以外はですね、やはり高レベル欲しいところなんで、ボットマップの方が手に入りやすかったりしますね。それとは別にですね、このようにですね、機械生物3種類もうろちょろしてます。まずこのエンフォーサーなんですが、相方のですね、スカウトっていうのがいるんですけども、
スカウトが見つけたものを攻撃するというものになってます。このエンフォーサーに関してはですね、撃破していただくと、このように設計図を落とします。基本的には同じレベルのものになりまして、制作1回なんですけども、高レベル見つけて倒すとかなり強いものが手に入ります。言っても150とかなんで、ブリードした生物にはかなわないんですが、一応ですね、特能として汚染生物に強いバフがかかります。最初の頃のサプライドロップとかノードですね、には有効だったりしますんで、高レベル見つけてですね、作ってみてはいかがでしょうか。結構ダスト入れますけど、ダストとかも手に入りやすいんでね、最初としては有効だったりします。このようにスカウトも飛んでます。スカウトの前で何か生物攻撃してたりとかですね、サンクチュアリでしているとエンフォーサーを呼びます。スカウト自体は攻撃してこないです。ただ警告出してエンフォーサーを集めるというところがあります。あともう一つよく見かけるこちらですね。防御ユニットになってるんですけども、結構喧嘩してます。割とやられたりするんで、鉄集めたりとかエレメント集めたりとか電子基板集めたりとかもできるんですけど、これ厄介なのがですね、唯一エクスティンクションですね。防御ユニットいるんで気をつけないといけないのがですね、通常レックスをテイムする場合ですね、基本的にはレックスを攻撃する恐竜はいないんですね。ただし、この防御ユニットに関してはですね、レックスでも攻撃します。なので、テイムでですね、油断してると、昏睡しているレックスにですね、襲いかかります。他のマップと違って、レックスですね、囲っておかないと、防御ユニットに攻撃される可能性はありますんで、テイム中にですね、ご注意いただければと思います。それを忘れて、高レベルレックス攻撃されてやられたことありますんでね、ご注意いただければと思います。あと余談なんですけども、エクスティンクションですね、他のマップと違ってですね、大量のタピアラがいます。高レベルを見つけるっていう意味ではですね、他のマップ、モッドマップの方が見つけやすいかもしれないんですが、とりあえず大量にタピアラがいます。結構タピアラですね。高レベル狙うんでなければ一番テイムしやすいマップになってます。場所も大体ここなんで、タピアラですね、逃げるんですけども、ボーラ効くんで、まずレアフラワー食って襲ってきてもらいつつ、ボーラ当てて昏睡させると結構簡単にテイムできたりしますんで、ご活用いただければと思います。始祖鳥も探してテイムするのにですね、結構有効なマップだったりします。特徴として3タイタンに関してはですね、このようにテイムすることができます。テイム方法は今回省略いたしますが、これでキングタイタンと戦ったりとかすることができます。ただし、これに関してはですね、来たのと同じで食用値飯食わないんで寿命があります。その間はテイムしておけるというものになってます。他の人がテイムしちゃってるとですね、できなかったりするので、ご注意いただければと思います。タイタンですね、一応転送することができます。ちょっとワールド重くなったりするんですけどね、あまり好まれなかったりはしますが、はい。では、いかがでしたでしょうか。本日はですね、Twitch 版でもですね、実装発表されました、エクスティンクションのご紹介でした。結構ですね、ざっくりとした案内にはなるんですけども、もう少し詳しいところを知りたいよっていうのがあればですね、またコメントいただければと思います。後ろに並ぶ3タイタンはテイムできますし、エクスプローラーノートのバックストーリーがある4部作の最終地点でもありますので、まだエクスプローラーノート的にも続きがあるものにはなってるんですけども、一旦の最終地点となっておりますので、その辺も含めてですね、ぜひお楽しみいただければと思います。出てくる生物も有能でもありますし、ただしですね、かなり特殊な面で、ノードとかですね、隕石とか色々あってですね、結構マップ的に重たいマップにはなっておりますので、その辺はご注意いただければと思います。各ターミナルがですね、ありまして、割と転送がしやすいマップにはなっておりますので、比較的起点として置くにもですね、便利だったりします。リソース的にはですね、あまり水晶とかですね、ダストは別なんですけども、
それ以外、鉄とかですね、結構集めづらいマップではありますので、その代わり、サプライドロップの方でですね、OSD の方で結構手に入ってるので、その辺で代用していただくっていうところもありまして、破砕機がかなり有効になってくるマップでもあります。くず鉄も結構重要だったりするんですけども、指定に置いていただくのも一つの場所ではありますので、ぜひご活用いただければと思います。ちなみに公式始めるときですね、自分の時まだジェネシスとかの時代ではないので、エクスティンクションを最初の起点にしてですね、やってましたね。公式はエクスティンクションスタートにしてましたね。転送できるんで、本ちゃんの場所のつもりはなかったんですけど、いいところを見っけれたんで、結果そこを取ったんですけど、一回そこは撤去しましたね。最終的な攻略というよりは、最初の育つまで起点として使っていただくのも使いやすいマップになっております。ぜひですね、エクスティンクション楽しんでいただければと思います。では本日は以上となります。普段ですね、アークについてトラップであったり、建築動画、冒険動画、ニュース速報的な情報発信であったり、チュートリアルなどもお送りしておりますので、ちょっとでも面白かったよとか、役に立ったよとかございましたら、ぜひ高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。あと、Twitter の方でも随時情報共有や配信投稿情報、動画で使った資料の配布、リクエストや相談も受け付けておりますので、Twitter の方でもフォローよろしくお願いいたします。また次回お会いいたしましょう。バイバイ。